はい、どうも、JAL です。今週もエボニープレイ配信をやっていきます。ということで、今週のね、お品書きということで、お品書きで思い出した、先週、K35 を目指すぜって話をしてたはずなんですけど、コメントもらって気づいたんですけど、お品書きの場所にね、K45 へっていう凄まじいことを書いてましたね。はい、K45 なんて、あの、来年にも達してないと思います。はい、K35 ね、立ててますよということでしたということで。はい、今週は、タイトルと同じく水曜アグロペがね、やっぱすごかったなというところで、その話をしていこうかなと思います。あ、コメントありがとうございます。富山さん、水曜アグロペは続けてほしいイベントですね。ほんとそう、ほんとそう。もうちょっとその良さをね、語っていこうと思ってます。はい、カムイさん、こんじゃるは。月見さん、大気ありがとうございます。こんじゃるはです。はい。いやー、そう、もうほんとね、いやもう先週のトピックは、もうアグロペですよ。あ、長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。いやもうね、もう早速見ていきましょう。もう、はい、水曜アグロペということでね。はい、先週ね、唐突に出たモンスターで、アケロイデスと全く同じ、アイコンをしているにもかかわらず、なんか名前違うな、なんか初勝利報酬もらえるなと思ったら、こいつ、リワードぶっ壊れてますね。これね、ダブルドロップした、時のものなんですけれども、あ、たまみさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい、このアグロペさん、この資源箱プレミアムレア40。まずね、これでも1個目からやばい、1個目から。資源箱プレミアムレアってね、結構いいじゃないですか。某 H さんこんばんは。コメントありがとうございます。某 H さん。はい。このね、プレミアムレア、ランダムに一つ、吉田さんこんじゃるは、コメントありがとうございます。この資源箱プレミアムレアですね。この金色のやつ。はい。赤はね、最強です。1M をね、全種類もらえるっていう最強のやつなんですけど、プレミアムレアも十分すごくてですね、100K の食料、木、木材、鉱石が62.5%。もう確実に1個は落ちますよ。で、それ、多分2個目以降は62.5%確率で。だから運が良ければ、4つ全部出ますよみたいなね、そんな感じの箱だと思います。ちなみに1個ずつ引いてみよう。GO。2個。1個。はい。引きが良かったです。まあ、とはいえですね、これが、いきなりですよ。これ40個もらえるんですよね。40個。ダブルドロップじゃないやつの方が分かりやすいか。これダブルドロップじゃなかったんですけど、ダブルドロップじゃなくても、20っていうことで、確定で、どっかのね、何かの資源が、2000、2000K、2000K、何を言ってんだ？ 100K だったんで、2M か。はい。2M も、はい、200万も、資源がもらえますっていうね。で、運が良ければそれ以上もらえる可能性があるっていうね、これね、資源めちゃくちゃ溜まりましたね。これ、もう、多分皆さんめちゃくちゃ勝ったんじゃないかなと思います。私も、ひたすらモンハンをしまして、はい、なんか仕事中もチラ見してラリーに乗ってた気がするんですけれども、たまたまね、この日ね、出張で、木曜日がね、出張でね、めちゃんこ出撃できたんですよね。移動中、ラッキーって言って、めちゃくちゃラリーをしまくりまして、はい、超集めました。あとね、この24時間スピードアップですね。これ、4日分がね、1回で落ちますと。ダブルドロップで8日分。半端じゃないですね。まあ、強化石とかはね、まあまあ、もらえる機会が多い
んですけど、戦術の巻物さんがね、これレアですね。結構宝箱とかで出たりするものの、なかなかもらえる機会ってあんまりなかったかなと。大体この枠って賢者の石じゃないですか。戦術の巻物をね、普通にポコッと落とすやつが出てきましたね。はい。で、素材箱ラージ。いや、素材箱ラージもね、これもう偉い子じゃないですか。3と4だっけな。素材箱パープル、こちら、ラージ。開くと装備素材が1、2個も、1から2個。はい。これ1件の排出率は66.67%。2件の排出率は、だから66.67% で1個、33.3% で2個ってなっていて、このね、3と4。まあ3はね、3で出るとちょっと惜しいって感じなんですけど、これ、同じ確率これいじられてないんですよね。3と4で、等倍なのはちょっとね、偉いですよね。こういうのって青の方が出やすくしてたりするじゃないですか。ちゃんと 5.56% になっていて、この紫レベル4もね、落ちるっていうね、なかなか、偉いこの宝箱なんですけど、この宝箱もね、15個手に入ると、いやー、半端ないですよね。で、100K ゴールドもね、いくつあっても困らない。はい。ゴールドもね、私今でこそ結構溜まってるものの、やっぱ研究でドカッとなくなりますし、T14 のね、兵とか、T14 以上の兵を作るときにゴールドもかかるようになるので、これ絶対枯渇するのはもう目に見えて分かってるんですよ。もうね、賢者の石、あんなに溜まってたのに一瞬でなくなったことを経験したからね、もう分かってるんですよ。賢者の石も強化石とか、もう、この地道に集まるやつは、それだけ必要な機会が多くて、余ってると見せかけて急になくなるんですよ。っていうところで、ここでね、100K ゴールド4、もう 400K ゴールドもらえるっていうね。はい、これが、通常ドロップ。で、次のやつがダブルドロップということで、はい。まあ単純にね、2倍になってますよ。2倍になってますけど、破壊力がやばいですね。はい。1が2になるとか、2が4になるとか、その日じゃないですかね。元の値が大きい。もう4が8になる。20が40になる。15が30になる。でかすぎる。いやー、グロペほんとよかった。ポーエシさんすげえ報酬早く倒せるぐらいなので、いや、ほんとこれね、ほんとね、なんか、木曜日、先週木曜日ね、パーンだったんですけど、木曜日パーン全然狩られなかったですね。もうひたすらアグロペ、みんなアグロペ殴ってた。マジでパーンかわいそうだった。金曜日にはいっぱい狩られてましたけど、そう、水曜アグロペね、水曜日と木曜日に、先週なぜか唐突に水曜日と木曜日に出てきて、ひたすらみんな、殴ってましたね。最初の頃って、この報酬のやばさをあんまり気づいてなかったんで、うちの同盟ひたすら勝ってましたね、アグロペを。月見さん、エボニー祭り周年イベント。いや、周年イベントはね、まだ来月のはずなんですよね。確か11月から12月にかけてだったはずなんですよ。次7周年だと思うんで。私がね、去年始めた時6周年って言って、確かやってた覚えなんで。だからね、これ、このアグロペについて、まあ、いろいろね、ツイッターでも、報酬がうますぎって、みんな、言ってたんですけど、なんか、どなたかがね、投稿されてた、ポストされてたんですけど、はるか昔に、ゲルベロスとか、名前が出てこない。ゴールド落とすやつ。ゴールド落とすやつって。ベイヤールだ、ベイヤール。はいはい。ベイヤール。はい。ケルベロスとかベイヤールとかも、なんか知んないけど、一番最初はポッと出て、一番最初の週はなんか特にアナウンスなくて、次の週とかになんかしれっとアナウンスが来たみたいなね、なんかそんな話があったような気がして、これエボニーがね、ちょいちょいやらかす、まあなんだ、リークなのかな、公式リークなのかな、サイレントリークなのかよくわからないですけど、はい、もしかしたらね、次の金曜日とかから、アナウンス出るのか、次の金曜日か、明日かですかね。
月見さん、しぶちんのエボニーがどうしたんや。はい、ですね、私これちょっと気になっててというか、計40から45に上がった時に、リワード増やしますよ、みたいなの言ってたんですよ。でも、なんていうか、まあ、確かに、ボスのね、ランクが追加されたり、報酬が、まあ、ちょこっと良くなったりっていうのはあったんですけど、皆さん多分満足してないですよね。満足してなかったですよね。少なくとも、私は全く満足してなかったんですけれども。はい、ついに、ついに本気で、リワードを増やして、みんなが、なんでしょう、建築できるように、テこ入れを始めたなっていうのをね、非常に感じました、この水曜アグロペ。はい、だって、戦術の巻物とかって、あんま関係ないじゃないですか。そもそも計36にする条件って多分なかなか厳しくて、計35以下っていうのが、なんていうか、強い人が目立ちがちだとは思うんですけど、計35以下が、なんていうか、大多数を占めてると思うんですよね。だから戦術の巻物とかも多分あんまり使ってなかったりとか、戦術の巻物36に上げたけど、なかなか戦術の巻物集められなくて思うように強くできないみたいなね、プレイヤーが多かったと思うんですけど、もう完全に、リワードを増やして、しっかりみんな育成してね、強くしてね、白レベル上げようっていうね、なんかメッセージなんじゃないかなってね、思っちゃいましたね。はい、しっかりね、そのメッセージに乗って、今回、リソースをね、消費しまくったのが私でして、はい、このありがとう水曜アグロペ、何がありがとうかってね、私、本当は今回の消費資源還元、今日のね、リセットまでにあった消費還元って、5B で終わらせる気だったんですよ。でも、唐突にもう計35にしようって思って、ってなった瞬間に、ちょっと 5B じゃ、いろんな建設計画がままならないから、やっぱり思い切って 10B 頑張ろうと。ということで、最終的にですね、10B が達成できたんですけど、計算ではもうめちゃくちゃギリギリのギリで達成予定だったんですけれども、はい、嬉しい誤算、アグロペが出てきてくれたおかげで、アグロペで死ぬほどリワードをゲットできたおかげで、はい、思ったより、余裕で 10B を達成することができました。はい、まあね、ちょっと、張り付くとかね、結局ボスラリー参加しないと、ボスラリーにたくさん出さないと、リワードがゲットできないので、張り付くとかちょっと上がった気もするんですけれども、ただこのリワードがね、大量にもらえたおかげで、まあ、参加すれば参加するほど、資源も、時短もゲットできてっていうことで、今まで資源の消費還元のタイミングって、スピードアップもそんな使ってなくて建設進まなかったんですけど、24時間スピードアップバカ集まったんで、雑に建設しちゃいましたよね。はい、もう、結構ね、24時間スピードアップ使ったんですけど、どこ ?24 時間スピードアップ使ったんですけど、まだ4691ありますからね。はい、もう200日、300日、すごいたくさん結構建設、ね、10B 消費するために、たくさん建設したんですけども、いや、その建設をするためのスピードアップ、今回ね、余裕で余って、てかね、こんなに24時間スピードアップあったら、今週のね、金曜日からスピードアップの消費還元が来るんですけど、いつもの 500? なんて多分余裕で達成しちゃうんですよね。500万スピードアップ、5M 消費せよって、さすがに消費還元もう一段階上来るんじゃないかなっていう。10M 消費来るのかな、どうなんだろう、来てほしいなって思ってます。はい。ということで、24時間スピードアップね、めちゃくちゃ取れて、資源も取れてっていうことで、建設が死ぬほどはかどりました。吉田さん、リワードはもらえたけど、スタミナの消費が激しかった。そうなんですよ。そう、スタミナの消費が激しくて、そう、パン
やってる場合じゃなくなった理由の一つは、そう、もうスタミナがもう枯渇しそうで枯渇しそうで、それもあってね、10B にしたかったんですよね。資源消費。資源消費 10B すると、100のスタミナめっちゃもらえるんで。はい、だから、私は、馬のね、グレードアップ、T12 から T13 に上げるのをやりたかったので、馬のレベルアップを行うことで、先に鉱石を達成して、100スタミナをゲットして、それを使ってまた出すっていうのをね、やってました。いや、そう、スタミナがね、すげえ消費しました。で、これが、この水曜アグロペが、明日来るかどうかですね。はい、今後、毎週、水銀、それこそ、ユミルとか、スフィンクスとか、今来ているヒドラとかみたいな、月火と木金と土日はいたんですよ。周囲モンスターが。でも去年途中からね、ユミル、今年の初めか、ユミルから、ユミルだけじゃなくて、パーンが出ましたと。まあ、それと同じような感じで、今まで水曜いなかったから、ね、水曜、アグロペが出ましたみたいなね。まあ、これ日本にしか伝わらないから絶対関係ないとは思うんですけど、はい、水木、もしかしたらアグロペの日になるんじゃないかなと。水木アグロペの日に、毎週水木になるのか、それとも、パーンとかぶる。各週で2週間に1回。だからワンチャン、明日来ない可能性もあるとは思うんですよね。でも来週は来るんじゃないかなみたいなのはちょっと思ってます。まあ、気になるのはね、アグロペが明日出たとして、木曜日からの見ると、人々はどっちを選ぶのか。ところですね。ユミルもめちゃくちゃ報酬いいんですけど、総合力で私アグロペじゃないかなって思ってんすよね。このね、スピードアップ雑に増えるの、本当に良くて、気軽にいろんなとこにスピードアップ使えるんで、これね、すげえ助かるんですよね。はい、果たして明日来るのか、明日もね、マジで来てほしいんですけど、はい、アグロペ、本当に最高でした。ちなみに、私、水曜アグロペ討伐なんですけど、これソロで行った時のやつですかね。いろいろ試してまして、ドーピング、攻撃力、HP、防御を上がる、1時間上がるドーピングを行った状態、かつ、属州都市を追加すると、負傷なしで倒すことができました。ハグロペ120ぐらいだったかな。はい、戦力 120M とかだったと思います。はい、で、こっちね、見るからに怪我してるんですけど、はい、属州都市、つけないと、はい、死んでしまいました。この時ね、離脱兵作戦してたんで、8472お亡くなりになってるんですけど、まあ、特にね、資源とかを失うわけじゃなくて、気軽に検証を行っていたんですけれども。あれ、1232425。1232425。そう、同じやつですね。その後、なくすのを試してみたんだ。はい。属州都市がいれば勝てるっていうことは、これもしかしたら、ラリーセットだと傷つくのかな。ちょっと際どいかもしれないですね。なんかお知らせ来てる。あ、ガウガメラ。ガウガメラ。出たい出たい。はい。そんなところで、アグロペね、多分、先週とかまでなら、倒せなかったんですよ。なぜなら T13 の騎兵が100万もいなかったので。はい、今回のね、資源の消費還元イベントのタイミングで、今まで T12 ラクダ騎兵だったこいつを、もともと50万ぐらいラクダ騎兵だったのを、かなりアップグレードで、この王朝の騎兵 T13 に上げました。ということでね、王朝の騎兵70万とかだった気がするんですけど、今130万まで上がりましたということで、はい、
T35 になってね、集結の場とかをも広げる予定なので、今多めに作ってるんですけど、まあこれも結局ね、すぐ T14 にアップグレードするんで、はい、今ね、分割払い、ちょっと終わり高になるけど、分割払いをね、してる最中っていう感じですね。はい、ということで、これをね、強くしたので、なんとかアグロペをね、倒すことができるようになって、よかったと。なんかたまたまタイミングがあってよかったということで、バーブの攻略の時と合わせてね、遠くの、まあ、他の同盟になるべく迷惑がかからないところをソロで狩りまくってたと。アグロペのいいところは、ユミルに比べて枯渇しなかったですね。ユミルって、レベルがね、1から6ぐらいまで分かれてることもあって、高ランクユミル、すごい枯れるじゃないですか。でも、水曜アグロペってレベル1しかいなかったんで、もうなんか、無限に湧いてましたよね。いや、もうほんとね、もう、アグロペ絶賛する言葉しか出てこない。本当に、本当に素晴らしい。本当にユミルと来た時にどうなるかが楽しみっていうのと、あとは、これね、可能性としてはここにね、ユミルの復讐、パーンの試練みたいな感じで、アグロペのなんちゃらみたいな、なんだ、水害かよくわからないけど、もしかしたらね、そういうのが増えるかもしれなくて、ランキング来るんですかね。ランキングとか来たらどうなるんだろうなっていう感じとか。ユミルね、レベル1しかないのがね、気になりますよね。レベル2とか、もしかして今後、ユミルじゃねえ、アグロペか。出てくるのかとかね。いや、もう気になることでいっぱいで。はい、最悪ね、今週出ない可能性はあるものの、まあ、来週はいくらなんでも、ね、出るんじゃないかなというふうに予想してますということで、はい、みんな大好き、アグロペ。もしね、先週あまり借りなかったよっていう方は、はい、報酬ぶっ壊れてますんで、はい、多分同盟でも結構皆さん、走らせてたと思います。ラリーかけてたはずなので、次回はね、ダブルドロップマシマシで、参加されることをお勧めします。通常のダブルドロップより効果が高いです。最初の数値が高いんで、はい、効果が大きいです。おすすめ。はい。そんなわけで、アグロペね、めちゃくちゃ良かったですというところで、そう、アグロペのおかげで、資源 10B をいろいろ達成できたので、今ね、雑に建設で、倉庫を上げたり、罠工場を上げたりっていうのをやっています。さあ、兵士を回復させとこう。明日、ガウガメラ出るので、お助けでね、お助けで回復されるのを見込みながら、よいしょ。はい、なるべく、無駄にスピードアップを使わないようにね、細く細くやってます。はい。ね、貯蔵庫も、上げたかったやつやっと着手しましたね。本当は、精霊の部屋先に上げようと思ったんですけど、精霊の部屋の条件がね、そもそも貯蔵庫レベル34で、はい、K35 にしたときに、精霊の部屋を急いで35にしたいんですよ。はい。その心は、このレベル35でアクティベートされるこのアクティブスキルですね。はい、建設速度、研究速度が、バフがかかるよっていうやつ。こっちは訓練速度、回復速度が上がるよっていうやつ。と、元老院ですね。はい、行政庁の元老院の射撃兵をつけたくて、はい、もうね、スタンバイできてるんですよ。うちのね、エリート射撃兵、メフメト先生が赤星さんで待ってるんでね。はい、王の花道をクリアする意味っていうのがね、非常に、出ましたよね。はい、今回もね、王の花道、よいしょ。なんかメールが来てるので、後で読もう。どれだこれだ。はい。王の宝箱。これね、王の花道。全部コンプリートすると99ということで、今回もね、メフメトを集めることができましたということで、多分ね、アレースの地がまあ厳しいんですけれども、メフメトもこれで、
きっと、赤星5、スター10にできる気がするんですよね。初の覚醒はメフメトじゃねえかってな。まあ、ちょっと本当に実際するかどうかちょっと置いといて、はい。初めてね、そこまで現実的に集まりましたね。はい。もう元老院にセットしたくて、セットしたくて。はい。というのもあって、で、このね、元老院をセットできるようになるためには、ね、行政庁がレベル7に達して解禁。じゃあ、レベル7にするためにレベルアップするには、精鋭の部屋がレベル34。6にするのに34ってことは7にするのに35ということで、はい。これがね、精霊の部屋を上げたい。だからこそ貯蔵庫を先上げなきゃいけない。で、確かね、貯蔵庫もね、今度は依存関係が農場かなんかにあった気がするんですよね。はい、ということでね、そろそろ、その、1個あたりのね、建設で上げる、その資源、もう農場ぐらいはね、優しいですね。可愛いもんだわ、こんなん。はい、でも時間はね、笑えないですね。136日とか、結構使うんですけど、そこでのアグロペですよ。はい。1匹買ったら、最低でも4日分。ダブルドロップだったら8日分。はい、ここだけで、12日分ということで、20匹買ったら、建てれますね、農場はね。はい、ということで、非常にね、モンハンが楽しくなる水曜アグロペちゃん。あ、やべ。木材生産量、切れてんの忘れてた。木材石材が。はい、木材石材はね、もう本当に、ギリギリまでゲットしたかったので、2倍をね、先週からずっと200%アップを使っていたんで、ちょっと時間がね、ずれてたんですよね。時間ずれてんのもわけわかんなくなるから、2時間でしょ。もう食材とかも24時間使っちゃうか。使おう。使おう。よし。はい、そのところで、何の話をしてたっけ、アグロペのおかげで、なんとか 10B 消費が達成。あとは、ジェムかな。ジェムも、なんとかね、リワードいろいろゲットして、100万ジェム、ゲットできましたと。100万ジェム消費して、リワードをゲットできましたというのが、先週、このリセットまでのね、私の成果といいますかっていう感じですと。さて、進軍上限達している。で、あとはね、いや、本当は、私の予定では、ジェムも資源も、まあ、なんとかなるかなと思ってたんですけれども、ダメになっちゃったんですよね。はい、計画が頓挫したのは、キルイベント。はい、これまでね、ずっと、キルイベントなかったんですけれども、今回ね、キルイベントが復活してしまいましたということで、ちょっと来週もあるのかわかんないんですけど、キルイベントのせいで、北方からの侵略者、蛮族の攻略がね、できなかったんですよ、3日間。はい、その3日間、しっかり殴って、ポイントも稼いで、リソースもゲットしてっていうのを計画を込みで、10B 達成予定だったので、キルイベントになってどうしようって路頭に迷っていたところで、アグロペで救われたっていうのがね、もう本当に、私がアグロペ大好きになった背景でもあるんですけれども、はい、北方からの侵略者、これゴールド2で今回終わっちゃいました。はい、いつもならね、5億達成してるのに悲しいです。まあ、たまにキルイベントやるのはもう今ぶっちゃけ構わないんですけど、私、3日間バブルするし、はい、もう全然ジェム払って安全を買いますんでいいんですけれども、せめてバーブ期間は下げてピラミッド期間にしてくれっていうね、思いでございます。はい。ということで、ジェム3万5000の資源箱を回復スピードアップ、秘宝ボックス、強化スキル魂の結晶ということで、いや、これ魂の結晶じゃなくて、命の源が欲しいなと思いつつ、まあね、キルイベントが復活してしまったかもしれないので、今後もあるかもしれないのでね、それを考えると、この6660に心もとないなとも思うので、もうしっかりね、
いざという時のために備えておきたいなとは思います。月見さん、キルイベ長すぎると思う。満足全然できないの意味ない。いや、本当ですよ。3日間キルイベマジでやめてほしいですよね。その、満足って、そのポイントもそうですけど、単純にリソースとして美味しいじゃないですか。その効率的に狩れるデッキが構築できたら、あの、超、資源還元イベントなので、満足がね、稼げなかったら、ほんとね、残念でしたね。いやー、今回はね、トップ同盟の方が、多分、望んでキルイベントをやったと思うんですけど、果たして当初、ね、狙った効果が得られたのかどうかよくわからないですが、はい。おそらくね、なんか気に食わない人を殴りたかったのかなっていうのは、なんとなく思ってるんですけど、そういう気に食わない人は、キルイベントなんかで損しないようにバブルするから多分意味ないんですよね。はい。なんか、無意味だったんじゃないかなと思ってしまいます。さてさて、あとは、なんか話さなきゃいけなかったのは何だろうな。これ、この前のコンスタですかね。はい、これ、ツイッターでも話をしたんですけど、やっとバフがね、デバフが632ということで、大体、なんでしょう、殴ってくる強い方って、射撃バフが1500近かったりするんですよね。それをやっと、6割方、8割方か、抑えられるようになったかなと。半減とまではいかないものの、8割方抑えられる。その500半減がマックスだとしてっていう。ね、分かりづらいわ。はい。本当ね、700% まで目指したいんですけど、ちょっと今回はね、素材が足らなくて、ここが限界なので、2ヶ月後ぐらいにはね、デバフ700ぐらいにいってそうかなっていう、今のところの進捗ですかね。でもだいぶ、デバフ効くようになってきて、はい、格上相手からもしっかり防御ができるように。とはいえですね、私、戦場で B クラスに信じられないほど殴られるんですよね。多分、ちょうどいいんですよ。1B いってない。で、K35 じゃなくて K34 で、もう狙いやすいぜっていうのでね、あんまり大きいと殴られないっていうのをよく聞くんですけど、私ね、多分、ちょうどいい餌なんでしょうね。非常にぶん殴られて、最近、戦場のポイント、1800ポイント、結構、防衛ですぐに到達するっていう、もうなんか最初の1時間ぐらいで到達する、それどころか、強い人にボコられて最終的にはゼロになるみたいなね、のをね、行ってますね。最近の戦場のトレンドです。はい、ちなみにこの方強かったんですよね。37かなんかで、2.1B だったんですけど、我々、ね、うちの同盟のメンバーで、ラリーをかけた。7人でラリーをかけたけれども、削りきれなかったっていうね、これはちょっと悔しいですね。750対834なんで、一応こっちの方がね、終始はプラスなんですけれども、いや、もうほんとね、最近の相手は強いよな。うちの人もね、射撃バック1984とか何言ってんだろうなっていう感じで。この時ね、ちょっと嬉しいのは、相手の射撃デバフ553とかなので、私の方が上だとお店が書いた騎兵とかがね、デバフがすごかったりするんで、あれなんですけれども。はい。最近はね、こういう化け物同士の戦いに、まだ元気なうちはね、射撃部隊を一緒に攻撃にお供させたりしててね、楽しんでます。はい。みんなね、K35 以上なのに、K34 風情が、遊びに行くっていうね、はい、ことはね、やってますね。月見さん、デバフ高い。やっぱり属州の数、明美装備のセット数ですかね。そうだと思います。私は、
階級が、かなり序盤から階級を意識して、やっていて、階級ランキングが結構上なので、特殊都市が1つ多いだけで、やっぱり射撃デバフ40乗りますからね。射撃デバフ、射撃デバフ。この 40% 丸々1個増えるっていうのはやっぱり大きいですよね。まあ本当は文明装備とかも充実させることができればいいんですけれども。あとね、今ちょっと意識してるのは、そろそろ装備のアップグレードですね。このパルティアの指輪とか、帝王の指輪、この辺のね、そろそろ意識したいなと思って。まあ、とはいえ、作るのはきっとね、エレクトラなんですけれども、エレクトラ用にね、ちょっと装備をもう少し上げたいなと思って、またね、素材が足らないんですよ。ほんとね、素材がすぐ枯渇しちゃって、早くアグロペ来ないかな。はい、ということで、またアグロペの話になっちゃう。これ全然関係ないんですけど、これ、歴史都市イベントがまもなく開催いたします。前回のサーバーセンサーのご活躍で敵の兵士をたくさん倒したため、大量の勇者のメダルをゲットしましたっていうのが10月6日にもらったんですけど、私ね、10月6日でしょ、9月の最後、9月の33、9月の30から10月の2日にかけてのサーバー戦争って私、一切敵倒してなくて、ずっとバブルして、亀になっていたので、倒してないんですよね。これなんか2週間前の活躍でなんか勇者のメダルをもらいましたね。なんかこれ、初めてだったんで、まあサーバー戦争をね、これまであんまりやってなかったので、当然初めてなんですけど、こんな感じで勇者のメダルをもらえるんですね。で、勇者のメダル、歴史都市のね、なんかランキングに関わるみたいなんですけれども、もうこのランキング見たらね、桁が違いますね。私、1100ゲットしましたけど、はい、ランキングもなんか何十万何十万って書いてありますけど、みたいな。はい、自分の階級当然横棒になっちゃいますわ、こんなん。はい。これ何まで報酬もらえるの？ 500 かな？あれなんか全然下に行くわ。けど、まだね、8万とかって桁が違いますね。ということで。はい。勇者のメダルなんか、あれゼロ、個人ランクゼロ。なんかさっき持ってたけど、どういうこと？一応ね、サーバー戦争とか、コンスタンティノーブル、ワールドボス、ジェムリターンでもらえるみたいですね。結局ジェムリターン会って感じですけど。コンスタンティノーブルのやつでももらったな、そういえば。はい、リワードどうやら1000位までもらえるみたいですね。1000位までもらえるけど、1100もらったぐらいじゃ1000位にも入ってなさそうですね。はい。まあ関係ないイベントですが、サーバー戦争をね、もし戦えるようになってきたら、関係してくるかもしれないというので、新たな道が開けたかもしれないというところで、ちょっと嬉しいですね。はい、まだ全然関係ないってあれなんですが。はい、そのところで、今もうね、流れるように先週の振り返りみたいなところの話をしてるんですけども、何の話をしようと思ったんだっけな。あー、あつ森のアイテムがもらえる1日無料でね、引けるやつ、皆さんどうでしたかね？X 上の、皆さんのね、ポストを見たら、無課金でも、その、噴水だとか、この理想の国でね、使えるアイテム、置物がね、ゲットできたっていう投稿を見たんで、結構ね、優しいイベントだったっぽいですね。無料で毎日引けたので、私もね、5つコインゲットできたんですけど、7個は無理で、はい、5つセットのやつで終了しちゃいましたね。なので、適当に命の源を交換して終わりました。はい。ということで、ちょっとね、そっちは残念だったんですけれども、失われた秘宝、こいつがね、まだ
今日合わせて3日間ありますんでね、これも、やっていきましょうということで、私は今、4つ終わって5つ目に入ってますね。前回ね、ギリギリこのレベル3の秘宝までいけたと思うので、今回も受けると嬉しいんですけれども、1回の使う量がね、かけ4かけ6ってすごいえぐい増え方するんでね、ちょっと厳しそうかなと思いつつ、2回引けるからやろう。これ悩みますよね。上から順番にこうやるのか、それとも1箇所を狙い撃ちするのか。1箇所狙い撃ちでいくぜ。あ、やった。月見さん、私15枚当たったので温泉2つもらいました。ただです。すげえ。マジっすかマジっすかすげえ。いや、やっぱそういう人もいるんだな。いや、私、もう、邪推しちゃいましたよ。これは、必ずみんなに5を配って、あとに欲しいでしょ課金してねっていうイベントかと思ってたんですけど、コイン15枚当たったんですね。もう私、なんかリソースとか出てきて、リソース困ってるけど今じゃねえよみたいに思ってましたけど。なるほど。いや、おめでとうございます。あ、これあれだ。6、6あんじゃん。5。はい、関係ありませんでした。記念コインは次に引き継げるので使う必要ないと思います。マジンガーもう使っちゃったからわからない。あれ消えるって書いてなかったでしたっけ？やべえ。記念コイン次に残すべきじゃん、それ。なんと、なんかいつものイベントみたいに消えちゃうのかなと思って、なんか、流れで使っちゃいましたが、なるほどね。次に引き継げるんですね。ありがとうございます。SJK ロースさん。引き継げますって書いてましたよ。やべえ。ちゃんと読まなかった。なんてこった。うわー。はい、私は命の源が欲しくて、命の源を交換しました。なんと、なんと、まあ、命の源は、普通にめちゃくちゃ欲しい、集めてるので、まあいいんですけど、でも歴史の景観もちょっと欲しかったな。そうなんですね。いや、ありがとうございます。というのと、ってことは、また来るってことですね。あのイベント、初出、初めて見たかなと思うんですけども、まあ、今後もじゃあ来るっていうことで、じゃあ、まあまあまあ別に、また次回のお楽しみにしよう。そうなんですね。よかった。ありがとうございます。なんか機会だけなのかなと思ってたんですけど、また来るのか。じゃあ次は残して景観ゲットしようかな。はいはい。なるほどね。なるほどね。悲しい。あれ舞台数って。今4か。オッケーオッケー。また、次来たら貯めようと思います。いやでも、希望あるな。記念コイン15枚当たったっていうの素晴らしいな。カムイさん、私も命の源に交換しちゃった。まあ、なんていうか、今足らない、今必要なものを、まあ、ゲットすることは別に間違いではないと思うので、はい、そう、私ね、もう本当に、命の源、今回もオークションで結構買ってたんですけど、一回ゼロになったところ、やっと1048まで戻ってきましたかね。はい、最低でも5000は集めたいけど、ちょっとね、厳しいですね。もうちょいかかりそう。もうちょいかかりそうなんですけど、ね、サーバー戦争もね、そのサーバー戦争のリワードでももらえるじゃないですか、命の源って。だから、サーバー戦争もね、適度には参加したいんですよ。全損さえしなきゃでき、
あ、ヒカさん、1個交換できたので、早速理想の国レベルアップ建設着手できました。あ、そうですね。レベルが必要ですもんね。おめでとうございます。あ、そうだそう、レベル上がるからな、そこが重要ですよね。いやー、次こそ、でね、私ね、ジェムで建物建ててないから、そもそもポイントあんまり足りてないんで、ポイントも上げなきゃいけないんだよな。そうか、ジェム、まだ消費しなきゃいけないところがあるな。私確かね、中途半端だった気がします。なんか全部建てて、ギリ足んないみたいな、そんな感じでしたよね。これサーバー戦争の命の源もらえるやつは、なんかどれぐらい、特製のかけらもらえるようになってる。ええ自由特性のかけらであり、術のかけらを収集すると対応する自由特性を合成できます。前回1128サーバーの方は特性5つオープンされてたんですよね。でもうちのサーバーって特性5つオープンされてないんですよ。これ相手のサーバー関係してなのか？いやでもうちやっぱ特性5つ目ないよな。次のサーバー戦争の頃には特性5つ目解放されるのかもしれないな。あれこのリワード、いや、サーバー戦争先週ってか前回やる気がなくて全然見てなかったから気づかなかったけど、リ、リワードがおかしいぞ、これ。もらえたのかな？はい、もしね、うちのサーバーの方で、配信見てる方いらっしゃったら、こう、こっそり教えてほしいです。特製のかけら、戦場の達人、このリワードってもらえましたかね？相手サーバーだけなのだろうか。へえ。月見さん、ひどい、5つ目に下がるとか。いや、そうです、そうです、差があるんですよ。うちの、AC でも話題になってました。相手特性5個あるのおかしくないみたいになってて、はい、私とかはそう知ってたんで、古いサーバーは、特性5つ空いてますよ。うちのサーバーはまだです、みたいな会話をね、した思いがあるので。特性のかけらもらえるんだ。へえ。これマジでもらえるのかな？これもらえるならさらに参加しときたいな。私もついにエレクトラ4まで行ったので、特性5もね、ワンチャンあるしな。なるほど。そう、ということで、もうね、サーバー戦争参加したいんですけど、次がね、またね、763ということで、一回りも二回りも、先を言っている同盟で、当然特性5つね、解放されているだろう。皆さんで、多分、計35以上がね、多いことが想定されるということで、いやまあ、とはいえ、サーバー戦争、最近のサーバー戦争は突出した戦力がね、あるかどうか、計41とかがいたらもう叶わないけれども、38がいっぱいいってもなんとかなるみたいな、そんな感じだとは思うので、どれだけ突出した戦力があるかどうかなんで、はい、明日あたりかな、相手サーバーがね、見れるように、ランキングとか見れるようになると思うので、ちょっとチェックをして、ワンチャンあるなら、少しはね、サーバー戦争参加したいな、みたいに思ってます。月見さん700番台か。700番台ってもしかして同じぐらいですかね、月見さんたちと。ヒカさん持ってないな。ヒカさん持ってないですね、特性後。あ、まさはるさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。最低限、命の源が、1000集まったので、まあまあ、100メガぐらいはね、回復ができるかなっていう感じですと。いうことなので、全損さえしなければ、ちょっとだけね、頑張るみたいなのはね、ありだと思うので、もうす
すぐ逃げれるようにして、でもうラリーしか来ないような、雰囲気だったらもう二度と行かねえっつって引きこもるだけなので、ちょっとだけね、試すのはいいかなと思ってはいます。しゃっくりが。月見さん、いや、うちは古代遺跡並みに古い古代遺跡。古代遺跡にはエレクトロのかけらが埋まってますかね。はい、ということで、そう、このね、サーバー戦争の最低限の参加権、命の源1000からかなと思ってやっていたので、ちょっとね、なんとか参加していきたいなと思っています。いや、どうなるかな。とか言ってね、全損したら泣いちゃうけど、今のね、私の、技量ではない。軍事戦力は600あるので、600のね、軍隊吹っ飛んじゃうとね、さすがに痛いからな。まあ、前回はね、ちょっと病院に騎兵を埋めたりとかしてたのもあったので、ちょっと痛かったんですけど、今度はね、ゴーストでもいいんですけど、ゴーストをするとね、今度ね、逃げられないんだよな。そこがね、悩ましくて。ゴーストを解除するのに一瞬遅れたり、ゴーストの解除速やかにやっても、なんか、部隊が戻りましたで、ちょっと遅延したりするじゃないですか。あのタイミングでよく戦場で食らったりするんで、そう、なんかね、ゴーストをするのも難しいですよね。あ、思い出した。先週の振り返りで、話そうと思っていた内容がありました。ですね、真珠の刻印、いっぱい、オークションで買ったり、スケールを交換することで、やっとこのね、サンダーバード、刻印を解放することができましたということで、この刻印属性をね、今4と1上げて5上がってますと。で、問題はこの右上ですね。この右上のすべての資源の生産力1%アップ。真ん中は、結構ね、いい感じにたくさん上がるのにもかかわらず、右上は1%しか上がりませんと。これガチなの本当かと。こいつもしかして、ペガサスとかに、ペガサスじゃねえや、どこだっけこれか、資源採集速度1%アップ、これとバグってんじゃないのって、ちょっと思ってたんですけれども、これはね、本当に、エボニーさんすいませんでした。このレベル1を上げる上げないで、スクショをね、取ったんですよと。はい。っていうので、今ね、画面にちょっとこれね、ちょっと失敗していて、ちょっとね、画像のスクショの取り方が悪かったんですけれども、はい、本当はね、この資源、下の資源っていうゾーンの下の方に行くと、その資源の増加しているパーセントが出てくるんですよね。そのパーセントが見えるようにすればよかったのになぜか資源概要をね、スクショ取りましたね。はい、今、左に移したのが、レベルを上げる前の、資源の生産量でございますと。で、次に真ん中に出す新ドン。はい。これがね、1% 上がるよっていう、刻印のレベルを上げた後の資源の生産量ということで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、3000ちょいとかね、上がってますね、ちゃんとね。はい。1時間あたりの生産量が各資源ともに3000ぐらい、上がってます。ということで、ちゃんとね、1% 上がってました。はい。ということで、もうこれ絶対バグだよ。バグだぜ。これ絶対確認してやるって確認したんですけど、はい。すいませんでした。私が間違っていました。ということなんですけど、同じだけリソースを、割いて、こっち 1% ずつしか上がんないのに、真ん中は、なんだ ?2.7%、違うな。3.7% 上がる上に、攻撃時の射撃兵の攻撃力が上がるので、はい、迷わず真ん中から上げたいと思います。はい、まあ、ただね、この必要な充血の結晶、
がね、どんどん上がっていくので、要求数が。はい。だからこれ支払いきつくなったなって言ったら、まあ、右上上げてとか。はい。まあ、それよりもね、多分先に、この120のやつを111って上げて、数を稼いで、このレベル10の、ね、こっち。中トン歩兵の防御力プラス10%、これをね、アンロックする方がいいかな、みたいなのを考えながらやってるんですが、そもそも重血が足んねえよっていうね、状況になってますので、はい、しっかり重血集めていかなきゃなっていう感じがしています。ということで、まあ、無事ね、アンロックができてよかったです。で、ついでにね、狐も、アンロックしまして、残る真珠はケイロンだけとなりました。まあ、ただね、レベルがもう全く、追いついてませんと。はい、ライチョウ、セイレーンと、まあ、バーニーゴジラはレベル10ですけど、キツネもペガサスも全然レベルは上げることができてませんという状況ですね。まあ、ただ、スケールですね。また、1ヶ月後ぐらいに、このイベント来ると思います。資源の消費還元イベントの時にね、いつもスケール来るので、その時にはまた400集まるはずなので、ケイローンと、今度はね、品質を上げるアイテム、これですね。はい。このアイテムをね、交換していかなきゃいけないかなと思ってますので、真珠エキスポは、オークションとかで、手に入れて、ゆっくりやろうかなと。まあ、ただね、できれば、キュービのキツネもね、早くアンロックして、真ん中の生産力と攻撃時の射撃並行力、これをね、上げたいなとは思ってるんですが。ティッシュさん、コメントありがとうございます。更新の時に出てくる真珠と何も出ない真珠やめてほしいね。いや、ほんとそうですよね。ケイロンとか出てくるのに、そうなんでサンダーバード出てこねえのよっていう違いがよくわからないよな。ケイロンはなんなんだろう、ゴジラとかに似てるから作りやすかったのかな。ここね、出してくれると、なんというか、行軍とか、ね、華やかになってね、嬉しいのに、こういうとこね、ちょっともうちょっと、ユーザーエクスペリエンス高めてほしいですよね。そう、行軍とかあんまり持ってない勢なんで、貴重なんですよね、行軍。真珠で出てくるの。まあ、大体ドラゴンを使ってますが。あ、農場が完了した。農場が完了したぞ。農場完、そう、今日ね、資源採集がね、王の対決なんで、とはいえ、寝る前のちょうどいいサイズ感のやつに出しておきたいので、14はちょっと大きいか、12ぐらいにしときましょう。人気変えるのめんどくさいからいいや。はい、ということで、なんだっけ、そう、刻印の話ですね。まあ、真珠のやつは、まあ、なんとか、目標通りライチョウを上げることができましたというところです。で、多分ね、来週っていうか、今週の金曜日からかな。今週の金曜日からまた長期イベント始まりますけど、そのタイミングだと多分この魂の伴侶の招待状のやつが来るかなと思ってます。はい、前回から増えたね、エスメラルダさん。ドゥルシネアさんが私は今狙いかな。このサーバー戦争の、蘇生がね、上がるやつ。これが欲しくてたまらないので。こっちはね、モンハンに良さそうなので、こっちもこっちでね、良さそうなんですけれども。はい。多分、来週じゃない、次の金曜日からは、また招待状もらえるイベントがね、来るのかなっていう感じがしています。ちなみに私は今106個溜まっていて、期間中に多分110ぐらい集まるんだったっけかな。なので、次のイベントでね、おそらく、1人解禁できるかなっていう感じがしています。はい、そろそろ、11時になりそうなので、
AC をちゃんと見とこう。うちはね、火曜日11時ぐらいにね、バイキングチャレンジが行われるので。はい、あとね、これ私、今、同盟 R4 になってるんですけど、ちょっと反省がありまして、同盟ボスのね、選択を忘れていたんですよね。同盟ボス、R4 だから私気づくことができたのに、これね、同盟ボス、ほんとね、皆さん、R4 以上の方はね、気をつけていただきたいんですけど、選択してないとね、召喚ができないっていうね、なかなかな罠になってまして、全く忘れてました。はい。今日ね、召喚できないんですよ。悲しいですよね。失敗しちゃいました。私は気づくことができたはずなのに、昨日ね、見たはずなんだけどね、あれなんか選択してなかったっけみたいなすげえ寝ぼけてましたね。夜中に見たのがいけませんでした。はい。来週はね、こういうのが起こらないように気をつけようと。はい。ちょっとね、今、うちの、同盟、なんかごたごた起こっていて、人が抜けたりなんじゃりってなったり、いろいろあって、なんか名前が変わったりとかしていますということでね。はい。なんかね、人が減ってしまって、私もどうすっかな、みたいな考えてたけど、なかなか、人が減った後の、何人かのね、方たちが、盛り上げていこうみたいなね、雰囲気を出してて、なんかもうこれ非常にこれはなんか頑張んないとまずそうな雰囲気だな、みたいなをね、感じたりして、まあもともとね、あの今の名士の方に誘われてこっちに来たとかもあったりするので、まあ、まあもうしばらくはね、ちょっと落ち着くまではいて、まあうちの名手が、もしどっか移動するっていうなら一緒に移動するし、みたいなことをね、考えてたりとかをしたり、何しなかったりみたいな感じですかね。はい、バイキングチャレンジ始まったよ。あと1分、戻ってこい。ティッシュさん、魂の伴侶を、指で一生懸命タップしてると何やってんだ俺はって思っちゃいます。いやー、魂の伴侶と言いつつ、いろんな女性に対してお触りしまくるっていうね、すごい名手ですよね。この主人公はどうなってるんだっていうあのセリフってレベルで変わってんのかな。なんかもう、ヘレンさんとか今レベル16になって、なんか最近優しい気がするけど、前からこうだっけみたいなのがね、ちょっとよくわかんなくて、2人目も3人目も結構皮肉っぽいことを言ってくれたりとかするんで、この子たちはいつか出れるんだろうかみたいなのをね、ちょっとね、楽しみにしてます。レベル10ぐらいになると変わるんだろうか。なんかね、いつもスルーしちゃうんですけど、ストーリーとかもあったりするじゃないですか。ああいうのとかでね、実はなんか、フラグを超えるとちょっと関係度が上がったりとかするんですかね。ちょっとその辺そういえば注目してなかったなと思ったりします。よしよし。やったバイキングチャレンジ参加できた。バイキングチャレンジ、今日で、レベル2。やったね。40回達成だ。実績が8増えるぞ。はい。そう、そろそろね、達成だと思ってたんですよ。バイキングのアイスブレーカーハンターはもうちょい先ですね。階級じゃねえ、実績ランキングか。実績ランキング、下がってる。41になっちゃってる。そう、計35以上がね、すごい増えたんですよ、急に。計35になると、めっちゃ、実績がアンロックされるんで、そこで多分抜かれたんだろうな。ちょっと前まで計3、ランキング35、6だった気がしたんですけど、1.2K 増えてるな。はい、まあね、来週、王の対決で建設が来たら、一気上げするんで、この辺のね、方たちを一気に抜かなきゃと思っているところでありつつ、さて、月見さん、私も最近同盟が合併したのですが、どこに行ったらよいのか選べずぼーっとしてましたが、よくよく考えて移動しました。そうなんですね。もう私はもう、まあ、ぶっちゃけ同盟は結構どこでもまあいいかなとは思っていて、日本人同盟なら日本人同盟で話も通じて相談もしやすくて助かるっていうのは利点だし、海外同盟なら海外同盟で、
なんていうか、分かってても分かってないふりして適当にやっても許されるぜ感があったり、まあ別のね、そこまで適当にはやらないんで、それはそれで気が楽だなっていうのがあって、なんか別に前の同盟も今の同盟もね、特に大きな不満はなかったりするんですけど、嫌なね、とかね、いるとね、ちょっと嫌だなって、この同盟痛くなくなってくるな、みたいなのがありますよね。はい、前の同盟はちょっと、あんまりにも好きじゃない人がいたので、抜けて、で、今の同盟もあんまりにも好きじゃない人のせいで結構人が離れて、でもその人結局いなくなってみたいなね、のがあったりとかして、マシになってよかった、みたいに思ってるんですけど、はい。ただね、人間関係を優先するか、私はでも、私の、優先順位は、戦場ですね。戦場の、そもそも、戦場が好きなので、2時間は好きじゃないんですけど、2時間長すぎて、せめて1時間にしてくれっていつも思ってはいるんですけど、その、何の損失もなく気軽に戦える戦場は、私は、かつね、リワードも多いので、戦場の時間帯、参加できる時間帯に開催してくれる同盟が多分最優先項目で、2番目がラリーが多いことですかね。で、人間関係は、3番目ぐらいで、別に我慢ができるかなみたいなのが私の中の優先順位ですけど、皆さんね、多分それぞれ気にするポイントが違うと思うんで、特に PVP あんまり好きじゃないよとか、戦場あんまり好きじゃないよっていう方もいらっしゃると思うんでね、違うとは思いますが。ティッシュさん、サーバー戦争中に敵サーバーの農場を襲った時に待ち伏せされた敵の城に襲われたのですが、ジャルさんだとその時どう対処されますか？私は、それを狙ってわざと行く、釣りに引っかかりに行くことが多いですね。大体、その釣りをしてる方って短期で直突してくるんですよね。で、自分が勝てそうな相手と思って狙ってくるので、ラリーは来ないのが確定しているので、昔は、昔のソロで防衛できなそうな時には、ゴーストして、失うものがない状態にしてから農場を狙うっていうのは徹底をしていました。で、もちろんね、周りを見渡して近くにいるかなってのは見つつなんですけど、それをやってました。で、今は、ソロの防衛で抜かれることそうそうないので、39とか40近い、化け物クラスの、人たち以外からは一撃で殺されることはないので、余裕で釣りに引っかかりに行って殴ってもらってやったぜポイントゲットっていうのをやってますかね。はい。なので、むしろ喜んで食らいに行く。で、相手もね、倒せなそうと思ったら殴ってこないんで、仮毒できるんで。はい。ただ、ラリー、瞬時で、瞬時にラリーがね、来る可能性が一応あり得るので、加速はめっちゃ使いますね。速攻で殴りに行って速攻で帰ってきてっていう、もう10秒以上かけられないで、ダッシュで倒しますね。自分戦力 50M なんでゴースト必須です。ゴースト必須です。もう基本的に、戦力が少ない方はもう必ず、ゴーストして、もう空の状態で、やることを徹底した方がいいと思います。で、戦力がね、少ない状態であれば、命の源もそんなたくさん必要にはならないのと、ロスポイントも、やられてもたかが知れてるので、はい、そんなに大損害ってことにはならないと思うので、はい。なので、最初にゴーストをね、しとくだけで、戻り際を狙われてしまうとかもある可能性はあるんですけど、それもね、うまいこと、加速をあえて使ったり使わなかったりをね、調整して、タイミングずらすっていうのもやれたりするので、むしろ今の戦力が少ないうちに、練習しとくのがおすすめです。下手に戦力が高くなると、なんていうか、ロスポイントがめっちゃ出ちゃう
ことになるんですよね、失った時に。で、なんていうか、ロスポイントたくさん叩き出せてしまうような戦力になってから、慣れてないサーバー戦争で大事故することの方が危険なんで、戦力が低いうちからゴーストで練習すべきかなって私は思ってます。私はそのつもりで、ゴーストしまくりながら相手サーバーに行くのをたくさんやっていたので、はい、戦力低いうちに行って、低い人がね、負けたところで、そんなにサーバー戦争に大きな影響を与えないで大丈夫です。1B、2B とかの人が全損する方が、自分が10回死ぬよりすごいことになるんで、はい、全然大丈夫。ゴーストの、いい練習だと思います。私、途中でもちょっと喋りましたが、自分で一人で防衛できるようになったとしても、騎兵はゴーストしなきゃいけないとか、ゴーストをしなくなるっていうことは多分ないので、はい。ない可能性はあるな。めちゃくちゃ強くて横綱相撲できる場合はそうかもしれないですけど、少なくともね、私は今もゴースト必須なので、ぜひぜひゴーストを練習していただくのがいいかなって思いますね。あ、タメオナマさん、こんばんは。今仕事終わりました。遅くまでお疲れ様です。23時10分ですよ。大変、お疲れ様です。アイスブレーカー。アイスブレーカーからやっぱ地図落ちないな。はい。何の話だっけな。そうだ。この話もしなきゃと今日思ってました。宝探しの旅来ましたね。2週間前に。このイベントもしかするんじゃないかと。今後、ね、長期イベントの狭間で来るイベントなんじゃないかと思ったら、やはりでしたね。はい。よかった。やっと来てくれた。ちゃんと来てくれた。はい。宝探しのイベント、今週も、長期イベントの狭間で3日間開催されるということで、私ね、前回、レベル10の盗賊が倒せなかったことと、あとね、ボスモンスターがあんまり狩ることができなくて、ちょっとだけね、この宝の地図をね、取り損ねたんですよね。だから今回は取りたいんですけど、ただちょっと今日ね、資源採集の日なんで、資源採集優先して出しちゃってるので、明日から本気出す状態なんですけど、はい。はい、宝探しの旅、はい、これね、よく見ると、ドクロの右目にバツ印がついてますね。きっとエボニーの開発時の中にはワンピースが好きな人がいるでしょう。さあ、宝探しイベントですね。これね、すごく不思議なんですけど、これスコアリワードとかってあるじゃないですか。獲得可能なアイテムとかね、あるじゃないですか。この秘宝の手がかりのかけら。なんで消えずに持ち越しできるんでしょうね。こう不思議ですよね。ランキングがランキングがあるじゃないですか。この君主スコアランキング。これ、わざと合成せずに貯めておいて、ランキングの雰囲気を見計らって合成してポイントをゲットするっていう駆け引きをしろっていうことなんですかね。はい、これでちょっと不思議な、このね、まさか、リセット前に消えるんじゃないか、もう月曜日最後の最後に消えるんじゃないかなみたいに思ったんですけど、消えるって書いてないですからね、残りましたね。この秘宝の手がかりのキャラ。私ね、前回ね、2だけ1個も手に入んなくて、これ1回も構成してないんですよ。圧倒的型やり、47。これね、確率おかしいですよね。こっちじゃねえや。イベント解説、リワードで、獲得可能なアイテム。盗賊をね、倒した時の一定の確率で落ちるんですけど、この秘宝の手がかりのかけら、1、2、3って種類あって 10% で落ちるんですよね。はい、3種類 10% なので、まあなんか、それなりにね、2、3、5みたいならわかるんですけど、4、7ですからね、2落ちずに。意味不明。すげえ偏ってる。はい。
今回はね、2が落ちることを楽しみにしつつ、合成するかっていうのは非常に悩むと思います。ランキングの雰囲気を見て考えようと思います。あ、やばい、グランドチーフだ。グランドチーフ、グランドチーフ。おい。マサハルさん、9までしか倒せない10が3連覇出て得点稼ぎれず。いや、そこなんですよね。10がめちゃくちゃ強かったですよね。私、そう、先週10倒せなかったんですよ。で、先週時点は T13 の騎兵が80万ぐらいしか確かいなくて、倒せなかったので、はい、第4欲しい。ああ、行軍が弱い。まあ、いっか。私は今アイテムあるかな？ 10 出るかな？あ、行軍がない。チーフを倒し終わったらやろうと思います。この砂漠の盗賊ですね、銃を倒せるかどうかちょっとね、試したいなと思ってます。ヒカさん、合成するとポイントもらえるんでしたっけ？なんかポイントもらえるんじゃなかったでしたっけ？なんか秘宝なんちゃらみたいなのがね、書いてあった気がして。実際に体験してから見ようと思ったんですけど、砂漠の盗賊を討伐して確率でソロモン王の秘宝の手がかりのかけらを獲得できます。一定数のかけらを合成するとソロモン王の秘宝を獲得できます。ソロモン王の秘宝ってポイントに関係ないのかな、もしかして。関係ないならガンガン合成しどくですよね。わかんないや。わかんないんで、来週話ができるように、もし1個でもドロップでしたら、来週のネタにしよう。マサハルさん、ソロモン王の財宝ってスコア入るんでしたっけ？ですね、私、記述からはそれが読み取れなくて、で、取ったことがなくて分かんなかったんですよね。もしかしてもらえないのかな？普通のリワードボックスだった記憶か。あ、そうなんですね。あ、なんだ、じゃあ、なんというか、ダブルチャンス的な位置づけで、ポイントがアップするものじゃないんですね。あ、なら納得します。こいつ、なんでこんなの残るんだろうなと思ったけど、これはあくまでおまけのアイテムなんですね、ソロモン王の秘宝っていうのは。なるほど、なるほど。じゃあ、迷わずに合成して OK ですね。だから、いかに、盗賊のレベル10を倒せるようになるかと、盗賊の高いレベルのやつを出すかのガチャになってくるわけですかね。無課金で達成する場合には、ここの天井は決まってくるので、いかに盗賊を出せるか、盗賊のレベルが高いか、で、盗賊がいいアイテムを落とすかのガチャが、行われるということで、レベル10の盗賊を倒せるようになるのがマスト。かつ、少なくとも T13 の騎兵中途半端なやつだと盗賊は倒せなかったので、モリモリに上げて倒せるかどうかとですかね。ティッシュさん、味方同盟の人たちが蛮族をやってるんですが、まだ一度もトライしてませんが、戦力 50M だとレベル2までとかしか倒せないですか？戦力 50M だと多分厳しいと思います。50、レベル2も倒せるかどうかもしかしたらわからないかもしれないですね。蛮族、まあまあ普通に強いので、はい、レベル1とかは倒せるかもしれないですが、レベル2を倒すっていうのは難しいかもしれないです。ポイントをね、獲得できるように、高レベルの戦力をやっぱり上げられるようになるのがいいかなとは思いますね。おそらく 50M だと、レベル3でポイント取れるか取れないかな気がする。あ、まあ、レベル3ギリギリポイント取れるかな。レベル3はポイント取れるわ。確か、8M とかで取れた気がするしな。うん。レベル2ギリギリ倒せるかもしれないですね。よくよく考えると。レベル2もうなんか、
同じレベル2でも強さに差があるので、多分レベル2の中でも、弱い方の戦力なら倒せて、レベル2の、強い戦力はちょっと厳しいかなみたいな雰囲気を感じますね。あら、スタミナが足らない。さてさて、今足らないのは木。まあ、リワードはいいや。これじゃなくて、盗賊。盗賊、強いの出るかチャレンジやりたいな。ないのかねろ。ティッシュさん、蛮族の城の底まで行って全戦力で攻める感じですか？それとも工場兵器とかなくてもいい、なくしてもいいですか？ですね、レイヤーっていう仕組みをご存知ですかね。各兵、10ずつとかですかね。全部の兵を10部隊ずつぐらい出して、かつ、相手の、弱点兵種を多く、攻める感じになるかなっていう感じがします。歩兵相手には騎兵、騎兵相手には射撃兵、射撃兵相手には歩兵みたいな感じでやれるといいんですけれども、多分、まだ 50M ぐらいの戦力の時ってそんなに選択ができないかなと思うんですよね。そうだからそう、偵察をして、自分の持ってる、部隊の雰囲気で倒せるやつを狙うのがいいと思います。はい、なので答えは1位には決まらない。唯一1位に答えが決まるのは、T13 とか12の、射撃兵を作れてからですかね。はい、そうすると射撃兵だけでも射撃兵と工場兵器 T13 の工場兵器かながいると、だいぶいろんな攻略がねご利用しができるようになるんでおすすめなんですけれども、今はなんていうか自分で倒すことよりも、人が倒してくれた蛮族、同盟のメンバーが倒してくれた蛮族に、援軍で入れさせてもらってポイントを稼げるようになることを第一にした方がいいですね。ためおなまさん、蛮族、盗賊実はリワードが良いので大量に借りたいですよね。スピードアップ、ケルベルルツよりも出るとき。そうなんですよね。なんか盗賊、リソースもめっちゃ出ません？なんか早速ね、レベル8の盗賊が出てくれたんで、レベル8は普通に倒せた気がするから、ぶん殴ろう。わーい。アメイジングラック。イエーイ。さあ、盗賊レベル8。秘宝の手がかりの1。あ、でも、そう、資源箱ウルトラレア5個ってこれやばいですよね。アメイジングラック。はい、500K ゴールド。そう、このね、盗賊はなかなか、本当にガチャだなって思うけれども、リソースが良くて、なんか、やっとこさエボに、真剣にリワードを増やし始めたなっていう感じがしますね。はい、なんかこれまでリワード増やす詐欺だったと思ってたんですけど、なんかね、リワードが、最近増えて嬉しいです。これも20万、やったね。いや、レベル10出てくんないかな。前回は一発でレベル10だったけど。レベル10チャレンジしたいよ。出ないかな。いや、もうレベル10とは言わないから、お願いします。盗賊が出てください。盗賊がね、出るか出ないかがマジで重要なのよ。本当に。本当えぐいイベント。ちなみに、先々週かなの盗賊はバグがありましたね。すぐね、治っちゃったんですけれども。
はい、ご存知の方ももしかしたらいるかなと思うんですけども、キャンプをね、するんですよ。何にもないマップに占領ってやると、キャンプを作れると思うんですけど、キャンプがある状態、キャンプから攻撃って選択すると、自分が出した盗賊じゃない盗賊を狩ることができたんですよね。はい、なので、まあなんだろう、関係ない同盟の、近くとかに行って、ひたすら、レベル9とかレベル10がね、余りがちだったので、その知らない人の盗賊をこっそり狩るっていうね、そういうポイント集めがね、実は先週できたんですよ。私はね、そもそも倒せないんで、レベル10とか倒せないんでやれなかったんですけれども、はい。先週時点はね、そういうバグ。あとは、ラリーかけられるバグも確かありましたね。エボニーのバージョンが古い。エボニーのバージョンが古い状態において、なんか、うまくバージョンアップせずに再起動とかをして、なんかやると、盗賊に対してラリーがかけられるみたいなのをね、やってる人がいましたね。はい。もうね、グローバルなゲームなので、海外勢いろいろ試しますね。まあ、人が多いからそれだけいろんな検証とかトライがあったんだと思うんですけれども、はい、なんかそんな情報がね、同盟とかなんかあちこちで回ってきていて、はい、面白かったですね。さすがに、なんていうか、まあまあ影響が大きいバグだったので、エボにすぐ直してましたね。マサハルさん、ラリア残してほしかったね。本当ですよね。まあ、ラリー、個人技にしたかったんでしょうね。でも、倒せないやつ出ても、なんか悲しいだけだけどな、みたいなのもありますけど、レベル6。はい、ありがとう。もう盗賊出てくれてありがとうございます。感謝、感謝。殴れ、殴れ。そう、ラリーがあれば、もっとポイントを稼げたのに。フィッシュさん、射撃場レベル31で射撃兵レベル11が8万、レベル12が12万人なんですが、レベルをあと1上げてレベル13射撃を作るか、レベル12の兵数をもっと増やすか、どっちがいいですか？射撃兵は、射撃兵は、レベル12が、最も、使いやすいので、レベル12増やしまくりでいいと思います。レベル12はもう、100万ぐらい欲しいです。で、射撃兵の、T13 は、後回しでもいいんで、ワークショップを上げて、工場兵器のレベル13を増やすことをお勧めします。工場兵器の、レベル13は段違いの強さなので、そいつを増やすことには大きな意味がありますね。いつだったっけかな、なんか前もちょっと配信で話をしたんですけど、工場兵器で T12 までって射程がね、1867。T11 も1867。で、T10 は、1711ということで、10と11の間に射程距離に、まあ、壁があるんですよ。でですね、T12、1867、T13 からは2178ということで、ここでも壁があるんですよ。はい。射程距離が長いっていうことは、それだけ、先にアタックができる。特に、工場兵器の場合はね、射程距離を伸ばすスキルとかもついていたりするので、レベルが高い工場兵器が増えれば増えるほど、一方的に殴れるんですよね。はい、レベル14、レベル15とかも、2178ということで、もう T13 以上は工場兵器、射程がマックスなんですよね。ということで、工場兵器は13以上がおすすめですと。で、私今回の蛮族のイベント、結構ね、安定して攻略ができたんですけれども、まあ、こっちの方がいいか。はい、これはちょっと負傷が多いな。レベル4の、レベル 3? レベル3とかはもう13とかですね。なんかもうちょっと、これとか。レベル4の 105M のやつとかは、そう、工場兵器
T13 の工場兵器35万で、相手の戦力94万とか全部ね、ぶちのめして、あと射撃兵をぶちのめしてみたいな感じで、はい、工場兵器めちゃくちゃ仕事します。はい、T12 からね、なんていうか、あんまり一方的にダメージ食らうだけなので、一方的にぶち殴れる工場兵器 T13 以上がおすすめですね。で、はい、私の蛮族を攻略している構成ですけれども、T12 の射撃兵が一番多いですね、94万。で、工場兵器 T13 が35万。で、T13 が3万。という形で、T13 そんな使ってないですね。もちろんね、いるんですけど、多ければ多いほどいいんですけど、私の部隊定員の、バランス的に、これが、まあ、最適かなっていうのでやってましたね。工場兵器、壊れたらジェムがすごいいりますね。あ、そうなんです。工場兵器壊れるとジェムがめっちゃいるんですよ。だからこそ T13 以上じゃなきゃダメなんです。T13 以上だったら一方的に相手の蛮族の、工場兵器って高くても11とかなので一方的に先に殴れるんですよ。はい、先に工場兵器が攻撃して倒しきる構成にしておかないとジェムを失っちゃうんで、ジェムを失わないように T13 以上をたくさん作ることに意味があります。マサールさん、工場兵器は T14 増やすのと13増やすのどちら優先した方がいいですかね。ですね、これはね、私14をまだね、作れてないんでわからないんですけれども、感覚的には、あのグラフなんだっけな。名前が、指数関数的な真ん中が高くなってるような標準偏差とかのグラフ、名前忘れちゃいましたけれども、真ん中に位置するやつが高い方が、なので、T13 と14だったら13の方が若干多いぐらいのバランスの方がいいのかなって思ったりしますね。結局、ただ、工場兵器は高ければ高い方がいいような気もするので、悩ましいんですけれどもね。PVP か、蛮族かでは変わります。蛮族だったら、高ければ高いほど得だと思います。単純に火力が高い方がいいに決まってるので。はい、HP も防御も、その基礎値が高くなるので、蛮族だったら、より質が良い方がいいと思います。PVP とかはちょっとよくわからないですね。PVP はね、だいたい12とか13あたりを最大の数にして、なだらかにするのが多いので。タメオナさん、盗賊レベル9で3時間スピードアップ100出ましたね。マジっすか。あと資源ウルトラレア7つ。3.7M 損失出ましたが、3.7M 損失でかい。そう、私もね、盗賊は、盗賊出てる。やった。盗賊レベル9はバフめっちゃ使ってなんとかでしたね。レベル何？レベル3かよ。レベル3か、いや、出てくれてありがとうございます。そういうことで。月見さん、今日通り魔にあって13工場兵器全滅させられました。修理に6万ジェム、あとは死亡、がっくり。何それ、最悪すぎる。通り魔、いや、それは最悪ですね。そう、工場兵器が怖いのはそこなんですよね。いや、ですね、そう、工場兵器、それが怖くて、私、もう、少しでもジェム消費を下げたくて、いざという時のためのこの修理工、必要なジェムが減ります。これもね、上げときたいんですよね。あと7%上がるはずなので。通り魔か、通り魔つらいですね。ひどすぎる。
あ、吉田さん、眠くなってしまったのでお先に失礼します。明日アーカイブ見ますね。お疲れ様です。ありがとうございます。コメントありがとうございます。おやすみなさい。気づけば11時半。私も明日ね、出社が早いっていうか、毎週水曜日ちょっとね、出社が早くなっちゃいそうで、出社が早くなっちゃいそうだから出社じゃなくて、水曜日だけ在宅にしたいなとか画策しているものの、そうだ。ちょっと今日こそ12時行く前に終わりにしなくては。いや、しかし通りはひどすぎますね。ちょっと残念すぎます。最悪すぎる。最悪すぎるけど、ちょっと通り魔だと、なんか、生きどころのない怒り的なあれですね。だって、それを消せるぐらいめちゃくちゃ相手が強いってことですもんね。きつ。ちょっと、月見さんのサーバーの修羅の国すぎますよね。やばいよ。怖いよ。はい、残念ながら、私は持ってない、男ですので、残念ながら、盗賊レベル10とかを出すことはできませんでした。まあ、8までは、バフなしで、9はドーピングありで、なんとか、前回、ドーピング、そうだね、ドーピング上げるのと相手のデバフ込みで、なんとか、属州都市もありでなんとかクリアできてたので、もしかしたらね、盗賊10もギリギリ倒せるかもって思ってるんですよね。ちょっと、はい、また、どうだったかっていうのはね、X でつぶやくかもしれません。ということで、大体ね、スクショ撮るのめんどくさくなってあげなかったりするんですけれども、はい、なんていうか、上げるときに皆さんマスクしてたりしてとても偉いなって思います。まあでも、私、配信でそもそもひたすら、名前垂れ流しているので、もういいかなって思ってます。はい、なんていうか、隠してほしいっていう方がいらっしゃいましたら、その方のものは隠すようにします。いや、無理だな。配信中には隠せないです。なんとかなんとか、その写真が写らないように気をつけるとかができるかもしれません。的なあれで。さて、カムイさん、前回の番組でようやく 314M の負傷が2000人切れるようになりました。おお、すごい。レベル5、そんな、2000人も負傷しないってもうボロ儲けですよね。リソースが素晴らしい。おめでとうございます。月見さんのサーバーはもう怖すぎます。マジで、キルイベントとかじゃなくて通り魔ですもんね。また、キルイベント中の通り魔かもしれないんですけど、ひどすぎる。実は12も11もかなりしました。サバ戦に向けてたくさん作ったのに、今回は見送りかも。ひどい。ひどすぎる。いやー、悪意しか感じない。いや、もうそういう、もう理不尽な目に遭いたくないから、もう本当に、なんていうか強くしときたいですよね。なんか、どれぐらい兵を増やせば守れるんだろう。なんか、強い人って果てなく強いんで、どこまで頑張ればいいんだろうがよくわからないですよね。いや、辛い。いや、急に戻すことはできないと思うので、地道に回復することを願っています。いや、それはさすがにテンション下がる。私もテンション下がっちゃう。一回過去に前損したとき、めっちゃ相手のこと記録したもんな。今も覚えてるわ。こいつはいつかぶっ潰すリストっていうブラックリストがある気がしますね。
私なら心折れちゃうかも。月見さんガンバ。いや、本当に。いや、そう、このゲームのそれは怖いよな。でも、かといってなんかずっとバブルしてんのも大変だし。てか、今日通り魔だから、キルイベントじゃないもんな。ひどすぎるよ。ふざけてる。何の、何の話をしていたか忘れてしまったけれども、振り返りの話をしていた気がします。宝探しの旅、今回も頑張りましょうっていうところかな。ボスモンスターからの、ドロップなんですけれども、いつも通りですね、バイキングとかからは確か落ちないんだっけかな、忘れちゃった。落ちてない気がします。バイキングとか、違うな、バイキングとかヒドラも落ちるんですけど、なんか超低レベルだった気がし、低確率だった気がします。通常ボスからね、落ちるので、やっぱ通常ボスを倒すしかないですね。このイベントの狭間って、ケルベロスとか、ベイオールみたいなやつがいないので、なかなかね、通常ボス倒すのちょっと大変なんですけれども、いざとなったらね、世界の果てに行って、集めてもらうのがいいかなっていう感じです。はい。ということで、それ以外のところは、いつも通りです。同盟ボスもね、個人リワード、同盟リワードあると思うので、頑張ってくださいと。で、R4 以上の方はもう、選択しておくことをね、忘れずに、今回私忘れてしまったので、次回は気をつけたいと思います。はい。あとは、このいつものね、貿易商品イベントですね。はい。これは、ある程度、戦力があれば、全部回収できるものかなとは思いますので、しっかり、機会を行いましょう。いつも通りね、この島津義弘を取らなければ、その他のアイテムすべて手に入るっていうイベントになってます。で、今回は100年ですかね。はい、毎日クエストになっていて、強化、将軍の強化、装備の強化、あとはドラゴンの強化ですね。はい、装備の強化は青い、アイテムを、強化するのがおすすめです。素材、みんな大好き素材が手に入るんで、忘れずにやっていきましょう。はい。で、今週末サーバー戦争ですね。頑張っていきましょうというところかと思います。で、激特イベント。今ね、装備製造のランキングやってます。で、私は、700ポイントで今回は1度目かなと思っていて、今自分の階級19ということで、ちょっとどんどん落ちていますが、20位台、21台のね、ランキングには乗るかなと思ってますので、十分ですかね。はい、ジェム3000と、次戦宝箱3つもらえる予定ですと。はい、やめる理由は、この交換するアイテムがなくなったからですね。強化石別に今そんなに急いでないので、はい、それ以外のね、主要なところ全部交換終わって、ゴールドも装備をやってまでっていう感じなので、今は、装備のね、素材を貯めて、また次の3週間後に来るこのイベントに備えて待って、貯めてようかなっていう感じです。はい。で、いつも通り長期イベントの狭間であるこの文明ルーレットですね。毎日モンスター討伐で90、資源採取で10個ゲットできますよということで、いつも通りね、毎日最初の3回お得なので、しっかりやっていきましょう。嘘、大きな当たった。わーい。はい。毎日1回無料を1回、半額の5円、10回スピンが70ということで、25かな余る計算になってますんで、はい。しっかり毎日集めましょう。
ありがとうございます。運が良かった。王権。王権ね。王権、しばらく引いたの久しぶりですけども、まだね、4つですからね。本当に、本当に手に入らない。30が遠すぎる。月見さん、当たらないですよ。当たらないですよね。私、前回1ヶ月前ぐらいに来たやつですかね。その時も、王権期間中には1個もゲットできなかったので、はい、2、3ヶ月に1回ゲットできるかゲットできないかのレベルなんで、30個なんて夢のまた夢な気がします。逆にね、制服は、それなりに毎回集まるので、あと、イベント3回ぐらい来てくれたら、もしかしたらまた交換できるかもなっていう感じですね。もう当たらない方が良いんじゃないかと思えるほど当たらない。言わんとしてることが分かります。この王権が、制服だったら、文明装備、単純にもうちょっと回転早くもらえるかもなって思う時があったり、なかったり。ティッシュさん、属州都市の抽選も鍵が出たことないんですが、相当確率低いんですか？あれは、どの色を狙ってるかにもよりますが、ゴールドとかレジェンドを狙ってるんだとしたら、相当確率低いですよ。あれは、札束合戦なので、はい、これですよね、属州都市を探してですよね。はい、これは、札束合戦です。期間中のやつ、私、一番いいやつに1個ずつかけて、あとは欲しいやつ。私で言うと、ロシアのレジェンドが一番欲しいので、これに全部っ破したも、0.26% ということで、他の人がいかに課金をして、抽選をね、投げてるかにですかね。はい、ティッシュさん、エピックかレジェンドが欲しいです。エピックかレジェンドが欲しいならば、札束で殴り合うしかないので、辛い戦いだと思います。はい。属州都市、ベットして 80% 占めてたのに外れました。はい、そういう話もよく聞きます。はい、確率なんで、なんていうか、80%はあくまで80%で外れることがあるっていうのは理解しつつも、こんなにあんのに当たんねえのかよって思っちゃうから辛いっすよね。無課金は、期待しないでください。当たらないです。当た、本当に当たったらラッキーだなって、宝くじを、買うのと同じぐらいだと思います。基本的に無課金で当たるのを狙うよりは、例えば1位同盟とか、1位同盟というか、廃課金のいる同盟に行って、廃課金の人が、余りまくってるけど、同盟のために特集都市買うぜで配るぜみたいな、優しい配下金さんがいるところに行くのがいいと思います。はい。そういう方がいらっしゃるかどうかわからないですが、レアの属州都市はその場に転がってるからやらねえって、いや、そうだと思いますよ。はい。ただ、こういうゲームで、加熱してたくさん、買う方とかもいらっしゃいますので、基本的には、無課金では当たらないと思ってもらうのが正しいと思います。80%で当たらないのひどいな。ブルーが低い確率で当たったことがあります。ブルー、ティッシュさん、それでスーパーレア1個もらいました。感謝。素晴らしい。優しい。それは優しい同盟ですね。長くいることをお勧めします。なんかうちの同盟もなんか前エピック当たったら、いらない色の時に、抽選で配るみたいなのがあったりしましたけども、私は当然それも外れたので、ダメでしたね。いやー、別にエピックとも言わないんで、レジェンドで、ロシアか日本が欲しいな。インドネシアの仲間はみんな優しい。そうなんですね。素晴らしい。タメオナマさん、サーバーがある程度古くなると、みんな属州都市のクレートが上がるので、運が良ければレジェンドいけますね。あと、同盟のメンバーからエピック譲られたことがあります。そうなんですよね。
これは X でも見かけたんですけど、もうサーバーが古くなってくるというか、そりゃそうで、長期イベントのためにこの特集都市を探してっていうイベントがあるので、もうどんどんね、世界にエピックとかレジェンドの都市が溢れてくるんですよね。ってなったら、必然的にスーパーレアとかって余り始めるんですよ。なので、時間が解決するかなって思っています。あ、実績光って、あ、そうだ、実績光ってるわ、そりゃ。わーいわーい。バーサーカーを倒す。はい、なのでね、私もこの支配の、このエピック以上の特殊都市5個所有とかね、無茶なやつが来てますが、あと2年ぐらいやれば、もしかしたらいけるかな、みたいなのを思ってますね。はい。スーパーレア6個とかね、解決すると嬉しいなって思ってます。マサルさん、たまにボスがくれるときあります。その時にしてなくてもらえないこと多いです。タイミング。うちはお金持ち様がゴールドをフリーで出してました。すごい。もうなんかよくわかんない。ただね、結局、その属州都市も、なんか、かけらにして、この新しいね、この属州都市の機関みたいなやつなところで、この属州都市のかけらみたいなのがね、必要そうなんですよね。だから、なんかもしかして、属州都市配るっていうやつ、その文化しばらくなくなるんじゃないかなっていう、わかんないですよ。将軍みたいに、属州都市をかけらに戻すみたいなのができるのかどうかよくわかんない。そもそももらったことがないので、わからないんですけれども、なんか属州都市のかけらっていうこのシステム、それを使って、属州都市の、クオリティを上げられるみたいなのが出てしまったので、もしかして属州都市配る文化しばらくなくなるんじゃないかなって思ってるんですけど、この辺どうなんでしょうかね。なんか有識者の方がやっちゃったら、いらっしゃったら知りたい。ティッシュさん、そういえば理想の国はやってないですが大丈夫ですか？無課金にはあまり関係ないんで大丈夫だと思います。リセット前までに、なんだっけ、リセット前の、イベントでもしその理想の国の景観をゲットできてたんだったら、レベル2にアップグレードできる可能性があるので、繁栄ポイントを500にできる可能性があるので、ワンチャンありますが、別に、繁栄ポイント500にできそうにないんだったら、別に放置でもいいかなって思ってます。私は放置してます。ヒカさん、この間サバ戦で当たったサーバーは、東洋っぽい金と紫が複数ありました。平和で羨ましかった。それたまに聞いて、あれですよね、ヨーロッパとか、ね、共用で、王城みたいなめちゃくちゃ時間かかるやつを上げるときに、属州都市を、協力し合って、受け取って、建設してまた返すみたいなことをね、してるみたいな話を聞いたりします。平和で素晴らしい。いやー、うち、キルイベントとかもあるから、ないだろうな。もうなんか、キルイベントのために属州都市奪いにみんな躍起になってたりするんで、はい。ちょっとうちの国ではそういうのはならないですね。もうちょっと、なんていうか、アクティブプレイヤーが減ったらワンチャンあるのかもしれない。え月見さん、うちも、月見さんのところが平和だとは思えないですけど、共用金があるんですね。あ、共用金、うちも、レベリング用の金、もう、ある方がずっと、レベリング用に開けてくれるっていうのだけあります、そういえば。はい、その方も本当にいっつも、サーバー戦争とキルイベント中以外はいつも、これでレベリングしていいよって金と紫開けてくれていて、非常に優しい。で、もうその方が優しいっていうのはもうこのサーバー全体で分かってるので、たまにね、悪意持って取った人とかいると、全員総殴り、その時だけ KOS が発動するような雰囲
なりますね。はい。このサーバーで一番貢献されている、ひたすら自分の金をレベリングを出してくれる、殴らせてくれる方がいらっしゃいますね。はい。レベリングの話ですかね。皆さん、なんか、そうっぽい。うちもありました、レベリングのやつ。はい、うちも他のサーバーを見習って始めてますね。将軍のレベル上げかなり楽になりましたね。35以上はエピックでも相当かかりますし。そうですね。めちゃくちゃ殴らないと。はい。最近、防衛で稼げるようになったので、防衛将軍の1体を、レベルを上げたいやつにすると、レベルが上がるっていうね、やつをね、最近やってます。はい。防衛してると、経験値めっちゃもらえるんで、すぐマックスになるんですよね。はい。で、このマックスになってるやつ、もう当然、メインスキル分、減っちゃうんですけど、なんというか、何百パーセント中の10%、20%ぐらいだったら、まあ、いっかっていうことで、こういうね、マンサムーサちゃんとかね、もうマックスになって、もういいよって外して、レベルを上げたいやつに変えるっていうのをやってます。ヒロさん、期間はマックスにするのにエピック都市4個分のかけらを使うので余らなくなりましたね。レジェンドは期間ないので余ると思います。やっぱそうですよね。そうなんですよ。今回エピック配る抽選みたいなやつがなかったんですけど、それって多分確実にこれの影響で、歴史都市の期間でエピックのかけらはね、もう余ることはない。エピックを配るという文化は多分もうしばらくはないかなって思いますね。はい、おっしゃる通り、レジェンドは関係ないので、エピックだけなので、この話。レジェンドはもしかしたら、今後ね、チャンスあるのかなと思うんですけれども、もう、エピックは、ね、もう、運営が先手を打ちましたね。えぐいです、このシステム。結局ね、これもね、かけら入手、めちゃくちゃしんどい上に、この、家自身のハンマー、王のパーティーでしかね、ゲットできないんで、はい、課金する方はもっと課金してバフを増やすドンっていうね、はい、いいか略です。さてさて、やばいやばい、こんな、なんか、話してたら、気づいたらもう12日近くなっちゃいました。はい、文明ルーレットね、めちゃくちゃ重要なイベントなので忘れずに、特に文明イベントは、天井があります。はい、1日で12回回るので、3日間でね、36回はスピンできる計算になっています。実際はもうちょっと回るんですけど。ということで、確実に、毎日ね、しっかり頑張れば、かけらじ戦宝箱制服が、2個はもらえるイベントになっているので、皆さん忘れずに毎日やってくださいねっていうところです。はい。で、あとは、あれ出しながらにしよう。はい。今週はサーバー戦争がありますよっていうのと、木曜日みんな大好きユーミルがありますと。で、明日、明後日もしかしたら、運が良かったら、アグロペ復活するかもしれないねと。今週ダメでも来週はさすがに来るんじゃないかなみたいに思ってます。はい、あとは宝探しイベントですね。3日間限定なんで頑張りましょうというところです。で、あと今週、ピラミッドが始まりますね。はい、金曜日からまたピラミッドのターンですので、ピラミッド頑張りましょうっていうのと、資源還元イベントはスピードアップと、騎士の試練と、あとはドラゴン強化ですね。はい、ドラゴン強化が、来なかったですね。もう今後、ずれるんでしょうね。はい、ドラゴン強化と騎士の試練が同時に来るのではないかなということです。はい。あと、そうだ。で、今の期間中の3日間のね、消費還元イベント、これもいつも通りのやつですね。今回は研究ではなくて、ゴールド、製造、マナスピードアップ、この3つになってます。マナ製造スピードアップは、一旦は私、この製造達人
との組み合わせ的に、ちょっとね、これね、製造達人先に急いで作っちゃったので、ちょっと失敗しちゃったなっていう感じなんですけれども、はい、製造達人と調整しながらしっかりやればよかったんですけど、これちょっとね、作戦をミスりましたね。はい、製造スピードアップちょっと使い切れなかったですけど、まあ今はちょっと素材をね、貯めたいお年頃なので、私は製造スピードアップここで打ち止めかなっていう感じです。で、罠スピードアップはいつも通り、罠をね、戦力アップの王の対決の時に上げようと思ってます。まあゴールドは、研究とかやってたら勝手に3億いくんで、いつも通り達成予定ですというところですと。はい、あとは明治町、肖像画展ですね。これ前回から600の交換が増えてます。はい、トロイアの木馬歴史の名称引換書。月桂樹歴史の名鑑名称引換書。やさかのなんかのまがたまみたいな引換書。これ何言ってるかっていうと、これですね、美術品の、この開放条件に、対応した、名称召喚券っていうのがね、新たにシリーズが増えていましたね。これ、前回から増えてました。はい。ただね、高いんですよ。600かかります。600かかります。はい。あとね、なんか増えてたのが、このノーマルエピック歴史の名称。これ、1回しか交換できないけど、100。でもね、これは別にいらんかな、みたいな感じで。はい。あと増えてたのが、これ。将軍の伝道さんの名称引換書ですね。はい。ただ、まあ、私はね、あまり持ってないので、将軍の伝道2の名称引換書。こっちをね、とりあえず引いていこうかなと思っています。気持ち的には、これ。トロイアの木馬で、エレクトラを実は引きたいんですけれども、はい、エレクトラがね、あと1体分あると限界突破ができるんでほしいんですけど、まあ、これ期間中ね、7日間あるので、77かなたまるはずです。私はこのタイミングで500超える予定なので、この名称書、1ではありません。はい、将軍の伝道2の名称引換書を交換予定です。はい、そんなところですかね。はい、そうだ。アグロペのところで話をし忘れたけれども、モンハンですね、ボスラリーがめちゃくちゃ多い時ですね。大体将軍をつけた方が、その将軍がね、ダブルドロップ率を上げてくれるので、良いのですけれども、ダブルドロップ率が高い将軍がそんなにいないよとか、それ以上に出したいよっていう時もあると思うんですよ。っていう時はですね、おすすめなのは、一番ね、弱い兵、T1 の兵を1体にして、かつ、将軍なしで、出すのがおすすめです。これをするとね、ダブルドロップ率は、期待ができないんですけれども、これね、将軍がいないので、兵士が死んだ時に、デスルーラーします。つまり、帰りの行軍がなく、次の出撃すぐできるようになるので、行軍部隊が開くので、はい、なんというか、もうめちゃくちゃラリーが出る、ボスラリーしてくれるっていう同盟で、1部隊回転率をめちゃくちゃ上げたいときは、あえて将軍を乗せない。しかもこれ、騎兵じゃなくて歩兵とかの方が死にやすいんだっけな。ちょっとその辺忘れちゃいましたけれども。はい、私は、帰るのめんどくさいんで、いつも T1 の騎兵1体に、将軍をつけてますが、はい、分回したいときは、ダブルドロップ率無視で、1部隊に分回すっていうのもありです。ただし、スタミナがたくさんある人に限る。私はそんなにスタミナないのであんまりこれは使わないんですけれども、足がね、遅い方とかは、おすすめです。あとね、帰りの足を速くしたいときは、このモンスターへの行軍速度のギアに変えるといいですね。モンスターへの行軍速度は、ラリーに参加したときって、そのラリーで走っていく人の、足の速さなんですけど、帰り道は自分の足の速さ、かつ自分のモンスター行軍速度に影響します。なので、通常の行軍速度よりも、モンスター行軍速度の方が、速いので、はい、これ
モンスター行軍速度にしとくと、ワンチャンね、帰りが早くなりますんで、おすすめです。っていうことも話をしようかなと思ってたのに忘れてました。ヤサカニの勾玉、なんて難しい名前つけましたね。そう、ヤサカニの勾玉ですね。キザルが使ってた気がします。はい、そんなところで、なんかね、エボにどんどんさ、モンハンの重要度を上げてきてる気がするんですよね。同盟選びで重要なのは、戦場が時間合うかと、モンハンみたいな話をしたんですけど、そう、モンハンのレベルが、モンハンへの依存度がだいぶ高くなってきちゃったなと思っていて、なかなかね、貼り付けを許容されるときついなとも思いつつ、そう、モンハンがないとなかなかリワードがゲットできなくて、ここのね、無課金的にはこのリワードもらえるかもらえないかが生命線なので、ちょっとね、そこがね、難しいところだなと思っている今日この頃でございます。ティッシュさん、サーバー戦争中は行軍速度の方にした方がいいですよね。あ、サーバー戦争中は行軍速度か、部隊定員ですね。はい。殴りに行くときは部隊定員を、ちょっとでも、入る数を上げて、行軍速度は関係ないです。アイテムを使います。加速アイテムを使って、瞬間でいきます。まあもちろんね、そもそも足が速いっていうのは重要ですけれども。殴るときは、私は部隊定員をいつもつけてるかなっていう感じがします。まあ、たかだか2万ですが、されど2万かなというところで。はい。でも、はい、資源採集とか、ラリーとか、味方のラリー、まあ、味方のラリーに出すとき、味方の、本気殴りに持っていくときもやっぱ部隊定員上げて加速アイテムを使う気がしますね。トシオさん、こんばんは。後でアーカイブ見ます。ありがとうございます。はい、そう、ちょっと、また今日もね、結局長くなってしまいました。はい、いつも皆さんありがとうございます。本当にアーカイブもたくさん視聴していただきましてありがとうございます。いや、本当はもうちょっとコンパクトにした方がいいんですけれども、ついついね、いっぱい喋ってしまって、なんかエボにやることも多いし、なんか、説明するのも、なんかなかなか、いろいろ言わないと難しい、説明すること自体が難しいっていうのもあってね、なかなか難しいですよね。はい、でもね、そのコメントをいただけるといろいろ、そもそも私が勘違いしてたのとかも気づけるのでね、助かります。特にね、この、秘宝の手がかりのかけら、これは、ポイントランキングにあんま影響はしなそうだなということが分かったので、ぜひね、ちょっと、今回こそは交換できるといいなと思ってます。はい、そんなところで、今週は以上かな。はい、おそらくね、ピラミッドの、来るタイミングで、魂の伴侶のアイテムのイベントも来るかなと思ってますので、それもね、モンハンめっちゃ重要になってきますので、はい、なんかもう最近ね、本当にノーマルボスモンスターいっぱい殺せっていう運営からのね、意思をめちゃくちゃ感じる、はい、アイテムドロップの偏りがありますけれども、はい、しっかりやっていきましょうっていうのと、明日ね、明日のリセット後、アグロペ出るか、はい、皆さん楽しみにしてみましょうというところです。としおさん、スーパーレアですけど、6.89% なぜか取りました。すげえ。おめでとうございます。いやー、青でも十分ですよね。いいなー、私も属州都市が欲しい。でも属州都市、悔しい。ノーマルボス、お茶引いてるか、お茶引いてる。今してる。神さん、今日も楽しく食べながらありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。いつもコメント、助かります。はい、それではですね、もう今日も遅くなってしまいましたので、こんなところで今日の配信を終わりにしようかなと思います。ということで、いつも通り、画面を出して終わりにしましょう。
はい、ということでね、今週末は、今週末、木曜日からみんな大好きユミル、サーバー戦争が今週末ありますよ。あとはね、オールスターがあるので、コンスタはね、今週、オールスター選ばれた人はオールスター頑張ってください。そうじゃない方はね、コンスタお休みの週になりますという感じですかね。はい、一番の期待は、明日、明後日、アグロペ出てくださいということで、アグロペが復活したら、修羅のごとくモンスターハントしようと思ってますということで、今週の配信はこれにて終了いたします。皆様コメントありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけたらと思います。おつじゃる様でした。また来週10時にお会いしましょう。おつじゃる様でした。